はホビークラフトカナダの48分の1スケールでミグ17 F フレスコの仮組みを行います。ミグ17ですね。72分の1スケールでは長谷川版を取り上げていますね。そうそう、長谷川のミグ17も定番から外れて久しいんだけど、このホビークラフトカナダ版も今となっては手に入りにくいキットになっているのだ。と言いますと、ホビークラフトカナダ自体が実質的に活動を停止していることもあって、現在どこが金型を保有しているのかはっきりしていないのだ。だから再販の見込みが立てにくいのだ。つまり中古市場頼みというわけですね。そういうことなのだ。ホビークラフトって自社で金型を作っていたわけじゃないんですよね。そうなのだ。外部に委託していたケースが多くて、韓国メーカーが関わっていたと言われているのだ。具体的にはどこなんでしょう？よく言われるのは韓国のアカデミーとの関係なんだけど、アイデア科学というメーカーの名前も出てくるのだ。ただこの辺りは確証があるわけではないのだ。同じような中身のキットが別ブランドで出ているからそう言われているわけですね。そうなのだ。中国のメーカーからも出てましたよね。そうそう、カイテックからも似た内容のキットが出ているのだ。ただしコピーや流用も多い時代なので、完全に同一金型かどうかは判断が難しいのだ。この辺りはかなりグレーな時代ですね。だから結果としてこのキットのルーツや金型の行方は追い切れない部分があるのだ。48分の1スケールのミグ17って他にはどんなキットがあるんですか？このホビークラフト系のキットが1990年前後に出てきたのが初期の流れで、同時期にチェコのスムニェルからもキットが出ているのだ。東欧系ですね。そうなのだ。このスムニェルのキットはその後エアフィックスやエレールといったメーカーにも OEM 供給されているのだ。ということは90年代はその2系統が中心だったわけですね。そういうことになるのだ。その後しばらく新作は出なかったんですか？長い間大きなアップデートはなかったんだけど、2008年以降になって動きが出てくるのだ。最近の流れですね。そうなのだ。まずは中国のホビーボスから新金型が出て、さらに東欧系ブランド、例えばミスタークラフトから出ている。それと近年になると完全新金型のキットが登場しているのだ。どのあたりですか？スペインのアモバイミグや中国系のキネティックからも新しいキットが出てきていて、ようやく現代水準のミグ17が揃ってきた感じなのだ。かなり最近なんですね。それまでは古い金型を使い続けるしかなかった機体でもあるのだ。ということは今回のホビークラフト版は黎明期の48分の1スケールミグ17キットの一つという位置づけになるのだ。なるほど、歴史的には重要なポジションですね。そうなのだ。出来の良し悪しだけじゃなくて、当時どういうキットだったのかを見るのも面白いポイントなのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中のミグ 17F フレスコなのだ。有名な所属番号3020の機体ですね。グリーンスネークと呼ばれた撃墜王の上記の一つとされていますね。箱の中身はグレーのランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカール1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは2種類。北ベトナム空軍機で所属番号3020の機体、インドネシア空軍機となる。なるほどね。部品点数は全部で61点。48分の1スケールのジェット機と考えるとそこまで部品点数は多くはありませんね。それではホビークラフトカナダの48分の1スケールミグ 17F フレスコの仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で9パーツ構成。シートのパーツ数がすごいですね。操縦席ユニットもある程度のディテールがあるのだ。ケーキパネルはモールド表現ですね。塗り分ける仕様なのだ。パイロットはついてませんね。操縦席のディテールがある程度あるので大丈夫かな。次はエアインテークですね。エアインテークといっても1パーツのみ。今は切り出して終了なのだ。次はエンジンですね。こちらもエンジンといってもノズル部分のみ。ノズル部分は1パーツのみとなるのだ。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割の2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着となるのだ。貼り合わせたらエアインテークとエンジンノズルも取り付けね。機種に仕込む重りの指定は特になし。入れた方が良さそうね。とりあえず 40g ほど仕込んでみた。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドとなる。
少し太めのモールドかな。主翼はどうでしょうか？主翼は左右それぞれにパーツ構成。主翼かパーツに主翼上パーツを貼り合わせる。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなる。胴体同様に太めのモールドなのだ。次は水平尾翼ですね。垂直尾翼は左右にパーツずつ、左右それぞれ上下貼り合わせとなるのだ。出来上がったら胴体に差し込むのね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができない。なるほどね。透明度は問題なさそうです。次は足回りですね。まずは左右の主脚から。主脚は各4パーツ構成なのだ。タイヤと脚本体、それに支脚ね。さらに胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ね。前脚は3パーツ構成となるのだ。脚本体とタイヤの構成となるのだ。こちらも胴体に取り付けるカバーがありますね。そうなのだ。次は細かいパーツですね。胴体上部にアンテナを2本取り付けて、さらに左右主翼には気筒管をつけるのね。機首下部には機関砲を3本取り付ける。機首下部は細かいパーツもありますね。最後は吊るし物なのだ。左右主翼下には造装が吊るせるわけね。これで完成なのだ。では終わりに総評なのだ。今回はホビークラフトカナダの48分の1スケールミグ17 F フレスコの仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組みしてみてどうでしたか？48分の1スケールとはいえ部品点数はそこまで多くなく比較的簡単に形になる印象だったのだ。パーツの合いはどうでしたか？大きな問題は感じなかったんだけど、さすがにパチピタとはいかず塗装に進むまでにはある程度の成形作業は必要かなと感じたのだ。モールドは大モールドでしたね。そうなのだ。やや太めのモールドなので合わせ目処理のついでに軽く彫り直せばモールドの復活もしやすそうなのだ。プロポーションとかはどうでした？ 1990年という微妙な時期のキットなので細部では気になる点もあるのかもしれないけど、全体としてはしっかりミグ17らしい形になっていると感じたのだ。吊るしは造装のみでしたね。左右主翼下に造装を装備できるんだけどミサイル類は付属していないのでやや物足りなさは感じたのだ。ネットでの評価はどうでしたか？発売当時は48分の1スケールのミグ17として貴重な存在だったこともあって唯一の選択肢として歓迎されていたみたいなのだ。ただ主翼と胴体のフィットがやや難しいとか細部形状に違和感があるという意見も見られたのだ。細部というとエアインテークがスカスカで操縦席が見えてしまうとか、他にもパネルラインの違いやアンテナ位置に関する指摘もあるのだ。投稿者的にはそのあたりは気にしない感じですね。冷戦末期に登場したキットということもあって当時の限られた仕様で作られている部分はあると思うのだ。今だと選択肢も増えていますよね。そうなのだ。現在だと新しいキットが出ているしディテールや精度を重視するならそちらを選ぶのが無難だと思うのだ。なるほどね。ホビークラフトカナダのキットは現状だと中古で見かけるくらいなので安く手に入るなら楽しむのはありだけどミグ17をしっかり作りたいなら最新キットを選ぶのが正解かなと感じたのだ。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。